はい、こんにちは。このような木材にきれいに溝を掘ってくれたり、かっこよく面取りをして装飾を入れてくれるこちらの電動工具トリマー、私は両備の NTR42 型、これをよく使ってるんですけど、こちらの付属品のストレートガイド、これに木材を取り付けることもよくあるんですけど、木材が取り付いてない標準のままだったら、加工する木材によっては木材側面に金属が当たって木材側面を傷つける可能性もありますし、ストレートガイドの中間部分、ここに木材の角が引っかかって作業性も悪かったりしますので、今回はストレートガイドに取り付けていく木材の選び方、それと簡単な取り付け方について解説していこうかと思います。それではやっていきましょう。まずはじめにトリマーのストレートガイドに取り付く木材の選び方として、木材の種類にこれといった決まりはないんですけど、取り付けていく木材の短手方向と長手方向、ここが反ったりしていると加工の精度に影響が出ますので、直角定規などを使って反りがないかを確認して、木材の表面にトゲやささくれがあった場合も綺麗な加工ができませんので、表面がフラットな木材やサンドペーパーなどを使って表面を整えます。そして今回はこちらのアカシアの修正剤、これが端材でありましたので、これを使っていこうかと思うんですけど、木材のサイズ、これは長手方向と短手方向、これがストレートガイドの2箇所の部分、これよりもほんの少し大きめにして、今回は厚みが 15mm なんですけど、木材の取り付けや木材の長期的な反りを考慮して、反りにくいような厚みの材料を選定するようにしてください。そしてストレートガイドに木材を取り付ける前に、トリマーのベースプレート、これとストレートガイドが接する部分、これよりも下の部分に木材が来ると作業性が悪くなりますので、前後の位置を調整するノブナット、これを外してガイドを2つに分解して、こちらのパーツ、これの直角の部分よりも木材が飛び出ないような形にします。今回はこちらに木材を取り付ける取り付け方、これを簡単にやっていこうかと思いますので、直角の角のギリギリに木材を合わせるんではなくて、そこから少し下の部分、ここに木材を合わせて取り付けていこうかと思います。早速こちらの木材に取り付け位置を簡単に出してくれる目印一発くん、これを使ってガイドを取り付けるための印をつけていきたいと思います。このような形でちょっと映像では見えにくいかと思うんですけど、ガイドの取り付け位置、これを4箇所に目印をつけていきました。そしてガイドを取り付ける部品として、このようなビスやネジを使って固定をしていくんですけど、ビスの場合はガイドの方向から先ほどつけた目印、これを目指してビスを止めていくような形になります。そしてこの時に NTR42 型の付属のストレートガイド、これにはあらかじめ 5mm の穴がありますので、ビスを使う時もネジを使う時も直径は 4mm ぐらいがちょうどいいかなと思います。そしてビスを使用するときはトリマーガイドから、ネジを使用するときは木材側からの取り付けとなりますので、必ずビスの場合には頭に丸みがある鍋形状、ネジの場合は頭がフラットな皿形状、必ずこちらに注意しながら取り付ける金物を選ぶようにしてください。私はこちらのネジで付ける方が好きなので、今回はこちらのネジを使って取り付けをしていこうかと思うんですけど、こちらの 4mm のネジに対して先ほど取り付け位置を入れた4箇所の部分、ここにドリルガイドを使って 5mm のまっすぐした貫通の穴を作っていこうかと思います。I couldn't sleep late at night, looking for Santa with lights. Those are the memories I still remember. Then I became a man, lost sight of who I am.
このような形で4箇所に 5mm の貫通の穴を作りました。そして出来上がった4箇所の全てにネジを差し込んでみて、ストレートガイドの取り付け穴の位置関係やガイドと木材の高さ関係、これに問題がなければネジの頭の部分、これが木材表面より飛び出ないようにするために、このような皿取りビット、これを使って木材の片側4箇所全てに皿取りを作っていこうかと思います。このように全ての皿取りができたら、ネジの頭が木材表面よりも飛び出てないことを確認して、木材の方向からネジを通してワッシャーを間に挟んで、ナットの丸みがなくフラットな面、これをワッシャーの方向に向けて手動で回るところまで回していきます。そして残りの3箇所もネジとナットで軽く留めていって、addicted to you, and it's twisted. You've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. このように4箇所すべてを留めることができたら、ナットの部分、ここにモンキーレンチなどを使ってナットが動かないように固定して、再度ストレートガイドと木材の位置関係を調整しながら手動のプラスドライバーを使ってさらにネジを増し締めしていきます。そしてこの時に締めすぎたりしないように軽く増し締めをして、同じような力加減で4箇所すべてに軽く増し締めをします。そしてこちらの増し締めが終わったら、再度取り付け位置に問題がなければ、この状態で4箇所すべてにさらに増し締めをしてきつく締めていきます。このように最後まできつく本締めが終わったら、ストレートガイドを元の状態に戻して、トリマーに装着して、直角のスクエア定規などを使ってベースプレートと取り付けた木材、これの関係が90度直角であることを確認して、スケールと木材の間に隙間がないことが確認できたら、これでストレートガイドの木材の取り付けは完了です。そしてこちらの木材を取り付けたストレートガイドを使って加工していくと、木材側面を傷つけることもなく、角の部分の作業性も上がりますので、トリマーを購入されたばかりの初心者の方や、取り付けている木材が古くなったりして新しく取り替える時の参考やチェックするきっかけにしていただけたらと思います。そして付属品のストレートガイドの中央の空間、ここを利用すると、木材に釘などを打っても釘を見えないように隠してしまう愛着加工や、このような DIY の定番額縁も通常のストレートビット、これを使って作ることができますので、次回はこちらの木材を中間の隙間に合わせて作っていこうかと思いますので、次回もご視聴よろしくお願いいたします。今回の動画参考になった、気に入ったと思っていただけましたらですね、ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。